おい、聞いたぜ水野。前職はタクシー運転手だったんだってな。しかも高卒だろ。それってマジ底辺じゃん。まさかそんなひどい経歴のやつがうちの課に配属されるとはな。お前みたいなお荷物がいるとみんな迷惑なんだよ。課長の鯖山はそう言って俺のことを睨みつけた。俺は彼の心ない言葉に暗い気持ちになった。俺の名前は水野誠。37歳で家族は妻と小学生の娘が一人。職場はあるメーカーで今まで地方支社で勤務していたのだが、今月から本社勤務に変更になった。これは俺にとっての転機だった。俺は高卒でタクシー運転手として働いていたのだが、腰を痛めて転職。派遣などを転々として5年ほど前に今の会社に採用されたのだ。高卒で働き始めた理由は、親が病気を患っていて家計が苦しかったのと、俺の下に2人兄弟がいたからだ。幸いこの会社に就職してからは仕事をうまく続けることができて、地方支社での成果が認められ本社勤務できることになった。これからもっと自分のキャリアを上げていくぞと意気込んでいたのだが、意気揚々と本社に乗り込んだ俺の前に問題が立ちはだかった。それは俺が配属された経営企画課の課長、鯖山という男だ。あんたが水野か。冴えない顔だな。本社勤務の初日、挨拶すると鯖山は見下した様子でぶっきらぼうにつぶやいた。彼の年齢は27歳。俺より一回り年下だ。こんなに若くて経営企画課長という重要なポストについているのは、彼が社長の娘の婚約者で、ゆくゆくは会社の中核を担っていく存在になるからだという。何でも社長令嬢と知り合ったのは同じ大学のサークルだという話だった。今は高級マンションで同棲していて、年内には結婚する予定だという。そんな彼はもう自分が社長だという気でいるみたいで、日頃から役員に隠れては横柄な物言いを周りに繰り返し、部下の社員たちに迷惑をかけているのだった。聞いたぞ。あんたの職歴は高卒のタクシー運転手だそうじゃないか。底辺確定だな。困るんだよな。うちの部署は社内でも精鋭揃いなのに、基準を満たしてないような人間を数合わせのためだけに入れられると。彼はそう言ってゴミでも見るような目で俺のことを見た。そしてこの時から俺はこの横暴な課長に振り回されることになってしまったのである。おい水野、この書類徹夜して仕上げろ。絶対数字を出せ。できなかったらそこの窓から飛び降りろ。まったく、お前みたいな疫病神と一緒に働くと思うと一日のテンションが下がるわ。こんな物言いは日常茶飯事だ。正直横暴な鯖山自身が会社にとって疫病神なのだが、彼はそんなことには気がつかず、ネチネチとした嫌味や嫌がらせを俺や他の社員に毎日行った。いいか、俺は今後この会社の社長になるんだ。だから気に入らない社員はどんどん切り捨てていく。切り捨てられたくなかったら黙って俺の命令を聞くんだな。聞いたところによると、彼はこれまでも目をつけた新人をいびり倒しては退職に追い込むなどしてきたらしい。もはやいびりが趣味としか思えない領域だった。そんな彼の振る舞いに俺は嫌々ながらも耐えていたのだが、最近ますます困ったことになっている。おい水野、
この後取引先と飲みに行くから、お前車出せ。ある日の就業時間後、帰ろうとする俺を捕まえて彼は言った。すみません。今日はこの後家族との約束があって。この日は家族と外食する予定があったのだ。そのことを説明したのだが、はあ、お前仕事なめてんのか。無能なお前の底辺家族と次期社長である俺とどっちが大切なんだよ。お前元タクシー運転手だろ。だったら上司のために運転くらいしろよ。それくらい言われなくても気を利かせろ、まぬけ。そう言って脅してくるサバ山。結局何を言ってもわがままな彼は聞かないので、俺は家族との用事を別日に移動して彼を送っていくことになった。彼が送るように指定した場所はある繁華街で、取引先と飲むのだと言っていたのだが、実際に現場に行ってみると、ういーっせ、お疲れ様っせ。指定された店はある高級キャバクラで、待ち合わせしていた相手というのは金髪にサングラスで色黒、派手な柄シャツを着た、どう考えても普通じゃない感じの男だった。こんなやつが会社の取引先だとは到底思えない。だけど立場上、課長にそれ以上突っ込んで聞くこともしなかった。あんまり詮索すると何を言われるかわからない。彼を目的地まで運んだ俺は帰ろうとしたのだが、おい水野、何お前勝手に帰ろうとしてんだよ。目ざとく俺の様子を見つけると、サバ山はそう怒鳴りつけた。送りだけっていう話じゃ。バカ野郎、俺に無駄な金を使えっていうのか。飲みが終わるまでお前は車で待ってろ。彼はそう怒鳴りつけた。結局俺はその後ずっと店の外で待つ羽目になってしまったのだった。そしてやっと店から出てきたサバ山を自宅の高級マンションまで送り届け、自分の家に帰り、時計を見ると深夜2時を回っていた。当然翌日というか今日も仕事は通常通りある。正直うんざりだった。だけど今回の件で味を占めたサバ山は、その後も代行代をケチって豪遊するたびに俺のことをパシリとして使うようになった。数えただけでも月に10回も彼の送迎に借り出され、正直たまったもんじゃなかった。だけど事態はこれだけでは収まらず、ある日とんでもないことが起こってしまったのだ。その日俺は親戚の結婚式で会社を休んでいた。それがすべての催しが終わり、家に帰ろうとしていた午後9時ごろ、突然サバ山から電話が来たのだ。彼はとても慌てていた。いいから俺が呼んだ場所にすぐに来い。じゃなきゃクビだ。俺が彼に指定された場所に行くと、なんだか人だかりができている。見ると道路脇の塀に高級車が追突して潰れている。そしてその横にサバ山がいたのだ。なんとサバ山は今日は俺が会社を休んだため、いつもの豪遊の帰りに自分で車を運転していたようだ。そして運転を誤り道路脇の塀に突っ込んだらしかった。幸い通行人などはおらず、サバ山も無傷。車が壊れただけで済んだらしいが、ひどいのはなんと飲酒運転だったというのだ。ねえ、飲酒運転で事故なんて婚約者の親族にバレたらやべえんだよ。こんなことで問題になるわけにはいかないんだ。呼び出されて現場に来た俺の姿を見つけると、サバ山は猫なで声で
話しかけてきた。おっしゃる意味がよくわかりませんが、困惑していると、だからここは一つ俺の身代わりになってお前が飲酒運転していたことにしてくれないか。警察はしょうがないが、婚約者の親父社長への報告ではお前がやったってことにしたいんだ。車が潰れたのは酔った俺を乗せて代行していたお前が誤って事故ったってことにしてくれよ。この車社長が俺にプレゼントでくれたやつでよ。さすがに潰した理由を話さないわけにはいかないからさ。まったくなんてことを言い出すんだ。はあ、そんなことできるわけがないでしょ。いくらなんでも非常識だ。驚いて断ると、おいおい水野、お前立場わかってんのか。俺は次期社長だぜ。もしここでお前が俺のピンチを救ってくれたら、お前のことは俺が社長である間ずっと面倒を見てやるよ。お前が退職するまでずっとだ。なんならそれなりのポジションを与えてやってもいい。部長とかそれ以上でも。高卒じゃ自力で出世しようとしてもたかが知れているだろう。上司へのコネは大事だぜ。いつもの強引さで押し切ろうとしている。自分の保身のためなら手段を選ばない彼に俺は激しい嫌悪を感じた。飲酒運転の罪を他人にかぶせるなんて言語道断だ。俺は頑なに断った。すると最終的に彼は逆ギレして、おい水野、お前覚えてろよ。この俺がこんなに頼んでいるのにそれを保護にして、このことはいずれ後悔させてやるからな。そんな場違いな暴言を吐いていた。俺は彼の発言については別に気にしないつもりだったけど、数日後彼はとんでもないことを起こしたのだ。その日は月に1回の全社員を集めての会議の日だった。無論社長も出席している。ちなみに例の飲酒運転の事故はすでに社長の知るところとなっている。社長は鯖山を咎めたらしいが、彼は仕事で疲れていて羽目を外してしまったなどと言ってごまかしたらしい。社長は大変ご立腹の様子。婚約者である娘さんが間に入って婚約破棄までは免れたらしい。だけど鯖山にとって今の状況はまさに崖っぷち。これ以上の不祥事を社長の前で起こすわけにはいかないのだった。そんな状況に置かれた彼は身代わりを断った俺のことを相当根に持っているらしかった。今日の会議は会社の業績などについて鯖山のプレゼンから始まったが、彼は半ばからことさら経費削減について強調し、最後にはこんなことを言い出した。会社の業績を上げ、無駄な経費を削減するためにも社員は学歴で粒を揃えるべきです。特に高卒とか派遣から上がってきたやつは切り捨てるべきだ。例えばうちの課の水野とか。彼の言葉に俺の心臓はドキッとした。鯖山はプレゼンの壇上からすごい形相で俺のことを睨みつけている。なに、そんな名指しで非難するほど彼はひどいのか。あまりの言いぶりに社長も興味を持ったらしい。社長の問いかけに鯖山は大きくうなずくと、はい、水野のような学歴もなく人のお荷物になっているような社員は今すぐ辞めさせるべきです。無能は田舎へ戻れ。そう言った。周りにいる社員たちからはどよめきが起こった。うわ、あいつ終わりだな。そうだ、処分されるに違いない。そんな声が聞こえてくる。それを聞いた鯖山は、それ見ろ、みんなお前は終わりだって言ってるぜ。ざまあ見ろ。まるで
見せ物でも見るかのように笑っていた。だけどそれに対して俺は、何を言っているのかな。終わりなのは君の方だよ。そう言って返してやったのだった。すると彼は怒り顔になって、なんだその口の利き方は。勘違いもいい加減にしろ。お前は俺の部下だろうが。そう激高している。そこで俺は彼に真実を告げてやったのだった。おいおい、勘違いはそっちだよ。俺は新しい人事部長の水野だよ。はあ、人事部長だと？驚いている沢山。すると横から社長が、そうだぞ。前人事部長の花田さんが今月末から産休を取ることになってね。水野くんは地方の支社で働いてもらっていたのだが、優秀な成績を出していたため、代わりを務めてもらおうと思い、わしが直々に呼び寄せたのだ。そう、彼は元タクシー運転手だからね。コミュニケーション能力が高くて、地方支社では優秀だと有名だったのだぞ。だけどそれならなんで俺の部下に？社長の言葉に沢山は青くなっている。それは社員たちから君についての悪い評判を聞いてね。だけど君はわしや役員の前ではいい顔しかしないから、本当のところはどうなのか知りたくて、わしがお願いして水野くんに君の部下のふりをしてもらい調査していたんだ。絶叫する課長。そりゃそうだろう。すべての悪事が社長にバレていたのだから。ちなみに集まっている社員たちのうち数名は俺が本当は次期人事部長だということを知っていた。だからさっき沢山が俺に暴言を吐いたのを見て、ああ、沢山課長はこれで終わりだなとざわついたのだった。勤務中の部下へのパワハラや勤務時間外の呼び出し、車での送迎の強要、すべて報告させてもらいました。それに俺は社長に目配せをする。すると、ああ、構わん。一家の恥だが隠し事はなしにしたい。言ってくれ。社長の言葉に俺は驚愕の事実を口にした。運転手のパシリにされているうちに気がついたんですが、沢山課長、あなた婚約者と同棲している高級マンションの下の階に愛人を住まわせていて二重生活をしていますよね。愛人である彼女とは結婚しないんですか？なんでそれを？俺の一言に狼狽する沢山。周りの社員たちからは激しいどよめきが起こった。俺は運転手としてパシられながら沢山の素行を調査するという社長からのミッションをこなすために彼の挙動を逐一チェックしていたのだ。そこで分かった事実は、彼が婚約者と同棲しているマンションの下の階に愛人を隠しているという事実だった。またそれ以外にも彼は会食と称してキャバ嬢とホテルに行ったり、そっち系の怖いお兄さんとつるんで機密情報を売ったりなどと、とんでもない悪行を行っていたのだった。俺はこの1ヶ月ほど無能なパシリを演じながら、そうした悪事の現場写真を何枚も撮影し、音声の証拠も記録していた。その中には怖いお兄さんと薬物取引をしていることを伺わせるようなものまであったから、俺がこの証拠を警察に出したら君は一発アウトだろうね。お前。彼は俺の言葉に悔しさをにじませながらうなっていた。おい、沢山、お前はうちの会社を、そしてうちの娘を一体何だと思っていたんだ。
この裏切り者め。今までに見たこともないほどカンカンになって怒っている社長。そりゃそうだろう。大事な会社と娘がこんなひどい男に食い物にされていたのだから。すみません。許してください。すみません。彼は土下座をして必死に謝っていたけれど、社長の怒りは凄まじく、また事の内容が悪質なため、許すことなどは到底できない。鯖山は翌日には人事部長代行である俺の権限で解雇される手続きに入り、社長令嬢との婚約も破棄となった。その後、俺は警察に証拠を提出し、薬物取引や機密情報売買の件で、鯖山はとうとう逮捕されてしまった。今は刑務所で服役しているらしいが、将来出所してきても、すべてを失った彼とは、もう会うことはないと思う。俺はその後も会社で仕事を続けている。今では正式に人事部長となり、仕事は順調だ。鯖山の事件で社長は同族経営の弊害を痛感したらしく、今後の社長は外部から呼ぶか、社内から優秀な人材を登用していく方針に切り替えたそうだ。そのため、うちの会社の風通しは、鯖山がいた頃よりもだいぶ良くなり、近年は就活生からの人気もだいぶ上がっている。これからも会社をより良くしていくために熱意を持って一生懸命に働きたい。